こんにちは。ギターの上谷です。今回は右手の親指の弾き方、使い方についてお話ししていきたいと思います。右手のフォームを安定させる一番基本的な練習として、以前の動画でこんな風に開放弦を和音で弾く練習をしました。この時にまず親指の動きに注目していただきたいんですけども、親指を第一関節で曲げて弾いてますよね。私は和音を弾く時によくこの弾き方するんですけども、この方が親指と他の3本の指とのバランスを取りやすいからですね。これは絶対こうしなきゃいけないというわけではないんですけども、できると便利な使い方ですね。意外と使ってない人も多いと思うので、ぜひ試してみてください。今言ったように親指の使い方で気をつけるポイントっていうのは、この他の3本の指とのバランスなんですね。親指はこうやって、位置的に下に向かって動きますし、他の3本の指は6弦の方向、上の方向に向かって動くわけですよね。これを組み合わせる反対の向きの動きを組み合わせることになるので、そのバランスを取るのが大事っていうことですね。こういう和音でも親指の勢いが強すぎるとこういうふうに、ちょっと下に行ってしまうってことですね。だいたい親指の方が勢いが強くなりやすいので、こういうちょっと大げさにやってますけど、風に手全体が動いてしまう。この部分ですね、第三関節の部分、この部分ができるだけ動かない。これはこういうふうに上下の位置で動かないってこともありますし、こういう位置で動かないっていうこともポイントになります。こういうふうに、バタバタフラフラしないように、これは悪い例ですね。この部分ですね、手の指以外の部分はできるだけ動かない。こんな風にアルペジオでも弾くのがポイントになります。ちょっと応用編としては、親指は一度に2本以上の弦を弾くこともあります。実際には少しずれてしまいますから、一度っていうか同時っていうわけではないですけども、例えばこんな風にですね、今5弦と6弦を同時に一度に弾いています。4弦まで弾くこともありますね、こういう風に。で、よく和音で例えば今4弦まで弾いて、結局 IMA と合わせて6本全部の弦を使う和音になっています。これもちょっとしたコツがあるので、6弦と5弦を弾くときには位置的に下にある5弦ですね、5弦を狙っていく。5弦を狙って弾いて、ついでに6弦を弾く。4弦まで弾くような場合は、4弦を狙って4弦を弾こうとして、ついでに5弦と6弦を弾くみたいな感覚。私はそんな感じで弾いてます。次に親指で弦を弾く時の指の乗せ方をもう少し細かく見ていきたいと思います。爪を使う場合はこんな風に爪と指の肉と両方が同時に当たるように弦に乗せます。そしてこうやって弾く。アルアイレならこんな風に、アポヤンドならこんな感じですね。アルアイレとアポヤンドについてはまた別の動画で詳しくお話しします。で、実は親指は爪を伸ばしてても爪を当てずに弾くこともできるんですね。こんな感じですね。こうやって弾くと柔らかい音色になるので、私は時々あえて爪を使わずに弾いたりもしています。最後にこうやって6弦全部を親指で弾く。5弦や4弦から始めることもあるので、6本全部とは限らないんですけども、
複数の弦を低音から親指を滑らせるようにして弾いていくプルガールっていう奏法があります。プルガールっていうのはスペイン語で親指っていう意味なので、要するに親指奏法っていう意味ですけど、ギターらしい奏法って言っていいかなと思います。これにもちょっとしたコツがあって、ちょっとこんな風に手首を回転させるように弾くのがコツになります。こうやって手全体を下に下げてしまうと、戻ってくるのが大変なんですね。で、例えばこんな風にプルガールを何回か続けて弾くっていうのもよくあるんですけども、そういう時にここまで行ってしまうと、戻ってくるのがちょっと遠くなるし、時間がかかるってことですね。なので回転させるように弾いて、ここがあんまり下に行かないようにする。やっぱりこれもいつも言っている手があんまり動かないっていうことですね。これはこういう位置でもそうですし、こういう位置でもあまり手がフラフラしないように、こんな感じです。手の位置、特にこの第三関節、指の付け根の部分ですね。ここがあまり動かないようにするっていうのは、この時も基本は変わりません。さすがにこの時はある程度動いちゃいますけど、あんまり大きく動かさないっていうことですね。それがコツになります。親指の練習、今回も3つのポイントにまとめました。1つ目には他の3本の指と力のバランスを取るっていうことですね。要するに手全体がフラフラしないためにっていうことです。2番目には爪を使うときには最初から爪と肉を同時に弦に当てておくっていうことですね。そして最後にプルガールは手首の回転を使う。この3つのポイントについてお話ししました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご感想やご要望など参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひコメント欄の方にお書きください。よろしくお願いします。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。